こんにちは。オンラインケミストリー by 東巻です。このチャンネルでですね、2021年の東京大学の入試問題科学に出題ミスがあったということをこのチャンネルで主張しているんですけれども、あれからですね、各予備校さんで出している東大の入試問題集というのをいくつか見てみました。で、皆さんにお勧めしたいのが、この鉄力会さんですね。これが出している東大、科学問題集というのはですね、これは非常にですね、細かく、東大の問題が検証できていますので、ちょっとね、値段は、高いんですけれども、東大を受験しようとしている、受験生の皆さん、ぜひどうでしょうか。はい。まあ、よそのね、大手予備校さんが出している問題集に比べると、はるかに、深く、東大の科学について、検証できています。さて、まあ、この問題集の回答を見ていたんですけれども、その中で、まあ、私が指摘していた問題の出題ミスですね。それのダメ押しとなる決定的な、ミスをさらに見つけることができました。鉄力会さんが、不適切な部分だというふうに指摘をしていたところなんです。これは、問題のですね、選択肢。この選択肢がですね、まあ、間違っているものを2つ選べということなんですが、実はもう一つ、これ、正しいのか、誤っているのか、判断できない選択肢があるということに気がつきました。で、これ選択肢の問題ですから、えーこれがですね、正しいのか、間違っているのか判断できないっていうことになったら、これは大事ですね。で、しかも、まあ、東京大学さんは、問題の回答をですね、選択肢の問題しか回答例公表していないんですよ。でも、その公表している、回答例からすると、正しいという思われる選択肢、実はですね、それが、まあ、間違っている、あるいは正しいのか間違っているのか判断できないということが分かりました。その鉄力会さんが指摘しているのはどこかと言いますと、私が指摘している、第3問のですね、モール法という沈殿適定の問題なんですが、そこで、書かれている対象実験に関する記述なんです。で、鉄力会さんはですね、この、まあ、解説編の、回答編の中でですね、なんて書いてあるかというとですね、受験生を混乱させる不適切な言葉遣いと言えるだろうと。まあ、この対象実験に関する記述の部分がですね、まあ、飼料溶液と同じ濃度って書いてあるところがですね、それはね、何と同じ濃度なのかわからないという、そういう指摘をしています。まあ、確かにね、鉄力会さんの指摘通り、言葉遣い、文章も、曖昧です。まあ、その部分で出題ミスと言えるのかもしれませんが、まあ、それについてはおそらく東京大学さんは逃げると思います。で、肝心なところはね、鉄力会さんはそこまでなんですよね。で、大事なところでね、ちょっと鉄力会さん、これ間違ってる。勘違いしてるところがあるんですよ。そこをつけばもう完全に、東京大学さんも出題ミスってつけるんですけれども、大事なところで、その対象実験のところで、ちょっとね、誤解して間違ったことが書いてあるんですよね。まあ、それを説明していきたいと思います。ただ、断っておきますけれども、鉄力会さんのがですね、悪いっていうことを言ってるわけではありません。これだけのたくさんのことが書いてあれば、まあ、それは多少はね、間違いは、の記述があるってことは、それはしょうがないことです。ですから、他の大手予備校さんですね、まあ、具体的な名前は挙げませんけれども、それに比べるとですね、全然こちらの方がいいですね。他の大手予備校さんは、その東京大学の出題が不適切だということを全然指摘できていないんですね。困りますよね。それでは予備校さんがそんなことではね。やっぱりまあ、鉄六会さん、やっぱり他の大手予備校さんと全然違います。まあ、東京大学のですね、合格者数がもう圧倒的に合格率が多いんですよね。で、まあ、東京大学出身の方々がこういうのを作ってるというようなこともありまして、やっぱりちょっとよそのね、大手予備校さんとはもう、ちょっと格が違うなという、そういう感じはしました。しかし、肝心なところで東京大学の出題ミスね、あと一歩というところまでは言ってるんですけれども、最後の最後の詰めが甘いんですよね。まあ、出題ミスを追求しようという気持ちで作っているのではないということかもしれませんが。
では、説明したいと思います。この動画を見る前に、実際にこの入試問題を解いて、あと、以前、出した動画ですけれども、2つあります。この以下のこの2つの動画ですね。これを最初に見ておかれることをお勧めします。はい、こちらですね。東大入試、科学出題ミス、東大から返事が来ました。実際に、返事が来ました。東大の出題者の先生でしょうかね。そしてですね、私の質問に対して、検討ですね、専門家が複数の専門家による検証が行われたという結果ですね。その返答が非常に残念な返答だったんですけれども、この2つのね、動画をご覧になってください。さて、こちらをご覧ください。これが実際にモール法で、塩化物イオンの濃度を求める適定になります。これは試料溶液ということで、塩化ナトリウム水溶液が溶けております。で、こちらにですね、クロム酸カリウム水溶液を加えます。ご覧ください。クロム酸カリウム水溶液は黄色い色をしておりますね。はい、これがクロム酸カリウム。そうすると、水溶液が黄色くなるということはお分かりですね。こんな感じです。はい。こちらでちょっとバックをね、黒に変えますが、ここで硝酸銀水溶液を加えて滴定を開始していくということになります。そうしますと、もうすぐに塩化銀の沈殿ができて、白く濁るということになりますね。ご覧ください。褐色ビレットから硝酸銀水溶液を加えております。はい、白く濁りました。この状態ですね。はい、ちょっとこう白く飛んじゃいましたね。はい。こちらバックをまた白に変えました。水溶液がやっぱりクロム酸カリウム、クロム酸イオンの黄色にクロム酸イオンで黄色くなっていることはお分かりかと思います。で、ここに、硝酸銀水溶液を加えていくんですけれども、もともと色がちょっとね、黄色いということがありまして、このクロム酸銀の赤褐色沈殿、暗赤色と言ってもいいですが、その沈殿の出来始めが目視で分かりにくいということですね。もともと色がちょっとついているんです、黄色くね。そこに赤褐色の沈殿ということですから、その赤褐色の沈殿の出来始めというのが、目視では、分かりにくいということになります。そこでですね、対象実験として、同じような環境で、適定を行い、クロム酸銀の赤褐色沈殿ができたと認められた点、それを求める、対象実験で求めるということですね。ご覧ください。まだ、そうですね、もうちょっとでクロム酸銀の沈殿ができるかなというところですが、まだこの黄色はクロム酸イオンの黄色ですね。このあたりでしょうか。ちょっと微妙ですね。このあたりですけれども、もうちょっとこう、加えるとはっきりするんですが、その時点ではおそらく、ちょっと、はい、加えすぎかなという感じはしますね。はい。この状態、例えばこの状態を終点としましょう。この状態ではですね、クロム酸銀の沈殿が、でき始めた点よりはちょっと多めに加えているということですよね。しかし対象実験でも、例えばこの色が終点、ね。対象実験でも同じ色を終点とすれば、対象実験の値を本実験から、引けばですね、真の等量点、これがわかるということになります。それでは、この問題における、用語の扱いについて説明したいと思います。通常は、この等量点という言葉ですね。通常は、試料中に含まれていた塩化物イオンの物質量と、加えた硝酸銀水溶液中の銀イオンの物質量が等しくなった点、これを等量点ということになります。で、以後ね、鉄力界の問題集に書かれているように、これを真の等量点として説明します。ところがですね、この問題では、クロム酸銀の沈殿ができ始めた点を等量点としています。で、分析科学の常識ですよね。等量点というのはこれ、
物質量が等しくなった点が等量点です。それをなぜか、クロム酸銀の沈殿ができ始めた点を等量点としてしまっている。これは出題者が、間違っていたんですね。このクロム酸銀の沈殿ができ始める点と真の等量点、これが極めて近いと勘違いしていたんです。実際にはもうかなり離れているんですが、この時点で完全に出題ミスということになります。はい。で、仮にですね、このような専門用語ですね、等量点という専門用語を、常識とは違うね、異なる意味で、使用するのであれば、きちんとね、仮にこれをこういうふうに定義する、こういうふうに呼ぶものとするというような、きちんとしたね、定義付けを変更する説明文が必要ですね。ところが、このような大事な専門用語の使い方の定義を変更することをですね、簡単にこのようにクロム酸銀が沈殿し始める点、等量点と、こんな風に簡単に定義しちゃっているということですよね。これは大きな問題になります。それでは、このクロム酸銀の沈殿ができ始めた点、これが 16.0ml ですが、であれば、真の等量点が何 ml なのか、これを求めてみたいと思います。鉄力界の3の問題集では、この真の等量点は求めようとしていないし、必要もないというようなことが書いてあるんですが、しかし、この大問の一番最後では、最初の飼料用液中の塩化物イオンのモル濃度を求めることになっています。ということは、やはり最初の塩化物イオンのモル濃度が求まるということは、当然、真の等量点も求まるということですね。そもそも真の等量点を求める必要がない適定というのはありえないです。求めたいのは真の等量点。真の等量点から真の塩化物イオンの初期濃度。これを求めるというのは普通ですよね。いずれにしろ塩化物イオンの初期濃度、飼料溶液中の初期濃度が求められないと適定をやる意味がない。そしてその塩化物イオンの飼料中の初期濃度、これからですね、真の等量点を逆算してみたいと思います。はい。O の回答ですけれども、こちら有効数字3桁で 5.37×10 のマイナス4乗モルマイリットルと出ました。真の等量点では、はい、初めの塩化物イオンの物質量ですね。全く適定前ですね、の物質量、イコール加えた硝酸銀の物質量。これが真の等量点となっています。ですから、これで式を作るということですね。加えた硝酸銀水溶液の体積を A ml としますと、最初の 20ml 中の塩化物イオンの物質量がこのようになります。そして、加えた硝酸銀水溶液の中の硝酸銀の物質量はこのようになります。このような簡単な式でですね、真の等量点は 10.74。有効数字3桁で 10.7ml と出てくるわけですね。ということは、この真の等量点から、クロム酸銀が沈殿し始める点。これは、16ml と書いてありましたので、そこから逆算したものがこの 10.7 なんですが、すごく違いがありますね。適定においてこの 5.3ml の差というのはですね、これは非常に大きい差です。なぜこのような大きい差になったかというと、これは、わかりますか？はい。この硝酸銀水溶液ですね、適定に用いる硝酸銀水溶液のモル濃度が10のマイナス3という非常に小さいモル濃度だということですね。通常はですね、10のマイナス1乗程度なんですよ。普通はね。それであれば、大丈夫です。こんなに違いは生じないんです。ですから、真の等量点と硝酸銀、クロム酸銀が沈殿し始める点というのは、その差はですね、ほんのわずかになるはずなんです。ところが、こんなに薄い、適定に用いる硝酸銀水溶液がこんなに薄いから、こんなことが起こってしまったということになります。それでは、理想的な対象実験というのを考えてみましょう。理想的な対象実験というのは、塩化物イオン濃度以外ですね。対象実験では塩化物イオン入っておりませんので、それ以外につきましては、
本適定実験と同じ条件にすればいいということになります。そうしますと、最初にクロム酸カリウム水溶液で同じ濃度ですね。これを 20.0ml 用意します。はい。そして、真の投量点では 10.7ml 加えたところですが、これを純水を加えてですね、溶液全体を30.7ml として、炭酸カルシウムを添加して白く濁らせる。本実験では塩化銀で白く濁っているところを炭酸カルシウムで白く濁らせるということです。この体積ですけれども、本実験では真の投量点では 30.7ml になっておりますので、同じ 30.7ml にするために 10.7ml の硝酸銀ではなく水を加えておくということになります。で、そこからですね、対象実験の場合はここが開始になります。同じモル濃度の硝酸銀水溶液を適化して、クロム酸銀の沈殿が目視できる点、これを終点とするわけですね。お分かりでしょうか。このようにですね、本適定実験で 10.7ml の硝酸銀水溶液を適化して、ほとんど塩化銀が沈殿した状態、それとほぼ同じ状態を再現するためには、やはり、純水ですけれども、10.7ml 加えて、この体積にして、しかも炭酸カルシウムで白く濁らせておくということになります。ここでほぼ同じということですが、これについては、ちょっと割愛します。もし、詳しく知りたい方は、先ほど紹介した、以前出した動画、この2つをね、見ておいていただければと思います。さて、この理想的な対象実験、こちらですね。そして本適定実験、本実験の比較ですね。これを図で示してみたいと思います。本実験も対象実験も 20ml で10のマイナス4乗モルマーリットルのクロム酸カリウム水溶液。ただし、本実験の場合には、その中に、塩化物イオンが含まれているということですね。対象実験には塩化物イオン含まれておりません。本実験では 10.7ml 加えたところ、これが真の投量点となりまして、塩化銀がほぼすべて沈殿して、ほんのわずか残っていますがね、白く濁っているということです。で、これを再現するために、やはり水を、対象実験では水を 10.7ml 加え、その塩化銀の代わりに炭酸カルシウムで白く濁らせたということですね。で、対象実験はここから対象実験が始まるの、適定が始まるということです。加えていきますと、ある程度経ったところで、クロム酸銀の沈殿が開始します。沈殿開始で、沈殿し始めるところですね。ただし、これは目視できません。はい。そして、ある程度、そこから、どのくらいかわかりませんが、少し加えたところで、沈殿ができたなと、目視できたという、こういうことになるわけですね。はい。この B、これが対象実験の適定値ということになります。はい。さて、本実験では、真の投量点もわかりません。沈殿開始点、クロム酸銀が沈殿し始める点、こちらもわかりません。わかるのはここだけですね。ですから本適定実験で、この体積、わかりません。記入されていません。問題文では記述されておりませんので、そこからですね、この対象実験で加えた B ミリリットル、これを引くと。ですから全体のこれから、これを引くと。そうすると、こちらの真の投量点が求まるということになります。はい。ここで気をつけなければいけないのは、このクロム酸銀の沈殿開始点。この沈殿開始点というのは、クロム酸銀が沈殿し始める点ですね。これは対象実験でも目視できません。これ目視できません。で、本実験でもやっぱりクロム酸銀が沈殿し始める点というのは目視できません。ですから、対象実験を行って求めることができるのは、真の投量点になりますね。対象実験で求めることができるのは、クロム酸銀が沈殿し始める点、この点ではないということです。こちらが大事になります。対象実験の適定値を本適定実験の適定値から差し引いて求まるのは、
クロム酸銀が沈殿し始める点ではなく、ほぼ真の投量点。まあ、ほぼっていうのはなくてもいいですけどね。まあ、厳密に言うとほぼ真の投量点ということになります。では、ここで東大の実際の問題をもう一度見てみましょう。問題文の中ですね。はい、こちらです。ある適化量を超えると、飼料水溶液が赤褐色を呈した。これは、赤褐色の沈殿を目視した点ということですね。2と書いてあります。さてと、こちらですね。こちらは対象実験になりますが、河川部にと同程度の定食を認めるのに必要な硝酸銀水溶液の体積を求めたと書いてありますね。こちら対象実験になります。はい。先ほどの問題文の丸2のところですね。これはこちら目視した点、これを指しています。そして丸4ですね。こちらは対象実験で目視した点、これを指しているということになりますね。さて、設問2になります。誤りを含むものを2つ選べということです。そこでこの括弧1なんですが、河川4の値を河川2で、赤化所を定するまでに適化した、この体積より差し引くことにより、投量点までの適化量を求めることができると、こう書いてありますね。さて、それはどういうことかと申しますと、はい。対象実験ですね。4の値というのは、この4の値、こちらになりますね。これが、はい、どこからどこまでかと言いますと、ちょっと、いいですか？こんなことですね。これが4ということになりますね。はい、そして、この2の値というのは、こちらになりますけれども、これが2ということですけれども、はい。この2の値というのは、こちらになります。いずれも目視したものですのでね。ですから、2の値から4の値を引くと、はい、よろしいですか？お持ち帰りのないように。2というのはこれです。これ全部が2ですね。そこからこの4を引くと、まあ結局この真の投量点がわかるということになります。そうすると、ここに書いてあることは正しいというふうに取れるかもしれませんが、よく考えてみてください。ここでいう投量点というのはどうでしょうか？この投量点は真の投量点を指しているということになりますね。真の投量点を指しているということはお分かりでしょう。はい。この点になります。ところが、問題文をよく読んでみますと、ここでは、この設問以の括弧1では、真の投量点を投量点と言っているのに対し、前提となる、初めの問題文ですね。ここでは、何て書いてあるかと言いますと、クロム酸銀が沈殿し始める点、これを投量点と定義しているんですね。ということは、お分かりでしょうか？問題文の初めの前提文の方では、この点を投量点と定義している。しかし、設問、以の括弧1が正しいということになれば、この点が投量点、真の投量点が投量点ということになってしまう。こちらですね。はい。おかしいですね。問題の前提文ではこちらが投量点。だけど、設問以の括弧1が正しいとすれば、こちらが投量点ということになってしまいます。はい。ですから、この問題はもう破綻しているということですね。問題が成立しておりません。はい。こちらは東大のホームページから見ることができる回答例ということですが、回答例は選択式問題しか出しておりません。しかし、この選択式問題の回答例で、こちらのところですね。いの答えが、カッコ3、カッコ4と書いてあります。ということは、カッコ1が正しいということを言ってるわけですね。カッコ1が正しいということは、カッコ1で述べている投量点というのは、真の投量点ということになります。しかし、問題の前提文では、投量点が、クロム酸銀が沈殿し始める点だと言っております。
クロム酸銀が沈殿し始める点が 16.0ml だとすれば、そこから逆算して求めることができる、真の投量点というのは 10.7ml ということになります。さて、この2つは大きく違います。さあ、投量点はどっちを意味しているんでしょうか。はい。もうこの問題はもうむちゃくちゃですね。問題がもう成立しておりません。はい。お分かりのように、ここでは問題の前提文では、クロム酸銀が沈殿し始める点を投量点と定義しています。しかし、設問2の選択肢1が正しいとすれば、投量点はクロム酸銀が沈殿し始める点ではなく、真の投量点ということになります。設問前の問題文、前提文では、クロム酸銀が沈殿し始める点 16.0ml を投量点と定義しているのに、設問2では、真の投量点 10.7ml を投量点としていることになります。矛盾していますね。はい。それでは、理想的な対象実験をですね、鉄力会さんが出している東大科学問題集と同じような図を使って説明してみたいと思います。こちらの本適定実験ですね。適定開始点が 20ml で、クロム酸、カリウム水溶液が溶けています。あと塩化物イオンが溶けているということですね。あと、全体が20ml ということですね。体積は溶液全体の体積ということになります。ちょっと見にくいかもしれませんが、ここのところね、クロム酸イオン、黄色いね、クロム酸イオンが溶けていますということになります。はい。さて、対象実験も最初 20ml で、クロム酸カリウム水溶液、同じ濃度にしておきます。ただし、対象実験では塩化物イオンありません。さて、真の投量点では 10.7ml 加えたところですので、30.7ml 全体ですね。これが真の投量点です。で、対象実験では、この最初の 20ml に硝酸銀水溶液ではなく、純水を 10.7ml 加えまして、そして 30.7ml にします。真の、本実験では、真の投量点においてほとんど塩化物イオンが塩化銀として白く沈殿しております。それと同じように炭酸カルシウムを使って対象実験では白く濁らせるということですね。はい。で、実際の適定では真の投量点がわかりません。実際の適定でわかるのは、このクロム酸銀の沈殿が目視できる点、この丸3のところになりますね。はい。で、その間にですね、沈殿がし始める点、クロム酸銀沈殿開始点、というのがあります。ほんのちょびっと、クロム酸銀が、ほんのわずかに沈殿し始める瞬間というのがありまして、これは目視できません。こちらが目視できる点ということになりますね。はい。で、対象実験では、やはり同じように、ここから対象実験を開始します。加えていきますと、このように、クロム酸銀の沈殿がし始める点ですね。ほんのちょびっと、こういうのがある。そして、さらに加えていくと、クロム酸銀の沈殿が目視できる点があるという、そんなことになります。さて、この真の投量点というのはわからないわけですね、本実験で。ですから、本実験でわかるのは、ここからここまでしかわからないということになります。そこで、この真の投量点を求めるために、対象実験ですね。対象実験はここから適定を始めます。そして、ここまでということですね。わかりますか？はい。そんなことで、この本実験のここの適化量ですね。そこからですね、対象実験のこの適化量を引くことによって、すなわち、本実験の丸3から丸0ですね。これ全体です。そこから、対象実験3ダッシュ。そこから丸1ダッシュ。ここまでを引けば、この、はい。これがわかるということですね。求めたいのはこの赤い、この部分を求めたいということになりますよね。お分かりでしょうか。ただ申し上げておきますけれども、あくまでもこれは理想的な対象実験ということになります。よろしいでしょうかね。そしてですね、このクロム酸銀の沈殿開始点、これは目視できない。
そして、対象実験でもやっぱりクロム酸銀の沈殿開始点、これは目視できません。いずれにしろ、クロム酸銀が沈殿し始める点というのはわからないんです。どうやったって実験ではわかりません。実験ではわからないんですけれども、なぜか 16ml ということが書いてあるんですね。おかしな問題ですね。そして、対象実験をするときには当然、理想的には、この最初の 20ml に純水を 10.7ml 加えておけばいいんですが、この 10.7ml というのはこの真の投量点ですから、真の投量点は当然分かっておりませんよね。実験する前から分かっていたらおかしなことですね。あくまでもこれは理想的な対象実験ということになります。では、ここで鉄力会さんの問題集に書いてある説明を、ちょっと見てみたいと思います。この図ですね、非常にわかりやすい図なんですけれどもね。本実験については先ほど説明したのと同じことです。よろしいでしょうかね。さて、対象実験なんですが、鉄力会さんの問題集に書いてあるのは、実は、設問ですね。問題の前提文で書いてあることをそのまま、図にしているに過ぎないんですよ。で、問題なのはこの対象実験開始点なんですが、対象実験開始点はこのようになってるんですね。はい。わかりますかね。これはまだ何も加えておりませんね。硝酸銀全く加えておりません。ね。で、これを2ダッシュとしておりますが、ところがですね、この丸2というのは本実験では硝酸銀水溶液をかなり加えてですね、しかもクロム酸銀の飽和溶液になっているんです。ところがこれはまだ、硝酸銀水溶液加えておりませんから、クロム酸銀の飽和溶液にはなっておりません。条件違いますね。クロム酸銀の飽和溶液になっていない。これは対象実験と言えるでしょうか。これがですね、大学の設問と同じ説明なんですよ。ですから、鉄力会さんとしてはですね、大学での設問通りに、図で説明するんではなくて、この設問の誤りをね、誤りと指摘しなければいけないんです。設問の説明では、大学の説明では、こうなってるけど、これは誤りです。こうじゃないんですよということを指摘しなければいけないのに、指摘できていないんですよ。大事なことができていないんですよね。それでは、鉄力会さんが説明する対象実験ですね。先ほどの間違いを訂正しましょう。この図がですね、鉄力会さんの図では、丸2ダッシュとしてこの位置にあったわけですね。しかし、本実験では、この位置ではクロム酸銀が飽和しているわけです。そうなってはおりませんので、この位置にあった鉄力会さんの説明、この図はこちらに移すわけですね。丸1ダッシュとしてなります。はい。ということで、対象実験で求められるのは、3ダッシュから1ダッシュを引いたものです。こちらですね。2ダッシュを引いたものではありません。そもそもこの2ダッシュというのは目視できないんです。クロム酸銀が沈殿し始める点というのは、本実験でも対象実験でも目視できないんですよ。よろしいでしょうか。対象実験では真の投量点を求めるんです。さて、もうむちゃくちゃですね、問題がもう破綻している、成立していないということですね。大問一つも成立していないんですよ。これをどうして出題ミスと認めないんでしょうかね。またその出題ミスを指摘できない各予備校さんたちも何とかしてほしいですね。さらにまだ問題点がということですが、ちょっとご覧ください。真の投量点というのは、クロム酸銀が沈殿し始める点、沈殿開始点から逆算して計算して求めた値ですね。しかし、この対象実験を行っても沈殿開始点、要するに沈殿し始める点というのは目視できないわけです。対象実験でもね。ということは、真の投量点も求めることができないということになりますね。沈殿し始める点がわからなければ、真の投量点も求めることができない。で、対象実験では 20ml の飼料溶液に、理想的な対象実験ですけどね、10.7ml の純水を加えればいいんですが、
ですから、当然、この 10.7ml という値も、わからないわけですよ。だから、要するに沈殿開始点がわからない。10.7 っていう数字も本当は求められないわけです。16っていうね、数字、16ml というのは出てくるはずがない。ということは、この 10.7ml でも出てくるはずがない。ですから対象実験できません。実際にやってみればいいんですよね、これ実験で。できっこないですよ、こんなものが。はい。さてと、じゃあ対象実験、理想的な対象実験は 10.7ml の純水を、20ml に加えるということでしたが、他のね、例えば理想的じゃなくてもいいんじゃないかっていう人もいるかもしれません。20ml に飼料溶液 20.7ml の純水を加える 10.7ml じゃなくても、大体でいいんじゃないっていう人もいるかもしれません。で、しかしですね、この対象実験の適定値は、クロム酸銀水溶液の初期体積によって異なります。体積が変わればですね、クロム酸、失礼。こちらはちょっと間違えてましたね。クロム酸、カリウムです。はい。対象実験の適定値は、クロム酸カリウム水溶液の初期体積によって異なる。クロム酸カリウム水溶液の初期体積もちろん水で薄めるわけですから、初期濃度、ね、も違いますが、これによって異なってくるんですね。ちょっとこの計算結果を見てもらいたいと思います。はい。ということで、本適定実験ですけど、真の投量点も沈殿開始点もわかりませんから、対象実験の設定、どうやっていいかわかりませんけれども、設問前の問題文ですね、前提文にある飼料水溶液と同体積同濃度のクロム酸カリウム水溶液。この文意味不明ですね。これは鉄力会さんいいところをついてくださったと思います。これがなければね、僕もここのところ気がつかなかったんですよね。ということで意味不明な文なんですが、良心的に解釈してみて、対象実験ね、20ml の場合ということですが、このクロム酸カリウム水溶液 20ml ですね、10のマイナス40モルマイルと、これを用意して、これを炭酸カルシウムで白く濁らせ、そこから硝酸銀水溶液を滴下して、沈殿が目視できるまでの点ね、B' とします。このような対象実験をした場合にどうなるかというのをちょっと計算してみたいと思います。はい。要するに、対象実験をするときには、当然、真の投量点なんか分かっていないわけですよね。ですから、とりあえず、飼料水溶液の初期体積 20ml のクロム酸カリウム水溶液を用意するということになります。はい。よろしいでしょうか。すいませんね。同じことがちょっと書いてありますけどね。はい。こんなことです。さて、クロム酸銀が沈殿し始めた点ですね。これを B' とします。その時の各イオン濃度ということですけれども、はい。銀イオンにつきましては、初期体積 20.0ml が 20.0 プラス B' ということになりましたので、モル濃度が薄まります。小さくなってこんな風になりますね。あと、クロム酸イオンのモル濃度についても、このモル濃度がですね、少し小さくなるわけですね。こんな計算になります。そして、溶解度数の計算から、この銀イオンの2乗かけるクロム酸イオンのモル濃度ということで、こんなことになりますね。ちょっとこの方程式、3次方程式で非常に解くのは難しいので、コンピューターを使って求めたところ、2.6 になります。はい。ということですので、このクロム酸銀が沈殿し始めた点が 2.6 ということです。で、目視。この目視できた点というのはそれより少し後ですね。クロム酸銀が沈殿し始めた、瞬間が 2.6 であれば、それよりもう少し加えたところ。どのくらいかわかりませんが、2.6 より大きいということがわかります。はい。こちらが対象実験ですね。20.0ml の溶液を使って、そこから、それを適定開始点として、硝酸銀水溶液を滴下していった場合ということになります。はい。さてと、対象実験の条件次第で、クロム酸銀沈殿開始点が大きいことになります。はい。理想的な対象実験の場合ですけれども、そのようなことで、
20.0ml のクロム酸カリウム水溶液に 10.7ml の純水を加えて 30.7ml として、そこから硝酸銀水溶液を適化していったということですね。で、これも計算は、先ほどの計算とほぼ同じです。ここのところが先ほどの計算では 20.0 だったのが 30.7 になっただけですね。これも方程式、コンピューターで求めますと 5.3 ということになりまして、つまり、10.7ml ですね。そこから 5.3ml 加えたところ、ちょうど 16.0 ですね。それが沈殿開始点ということになります。そして目視できる点はそれよりも、少し大きいということですね。次にですね、対象実験で、この36というのもですね、実はちょっと本当は、実験ではわからないんですけれども、大体、本実験では、16.0ml より少し加えたところでね、沈殿目視できたわけですから、大体 16.0ml と考えまして、最初の 20ml のこのクロム酸カリウム水溶液に 16.0ml の純水を加えて、全体を 36.0ml にして、これを対象実験の開始点としたということですね。このようにして、計算をしてみますと、この部分が 36.0 ということになって、これも方程式で、コンピューターで求めました。するとですね、対象実験の沈殿開始点というのは 6.9ml ということになります。ですから、目視できる点は 6.9ml より大きいということになるんですね。どうでしょうか？この 6.9 という数字と、あと理想的な 5.3 という数字と、そして、はい、20ml で、対象実験 20ml で実験した場合の、はい、2.6。大きく異なりますよね、ということです。はい。以上のように対象実験で用いるクロム酸カリウム水溶液の初期濃度、初期体積によって対象実験の適定値が大きく変化してしまいます。これではもう実験できませんね。なぜこのようなことが起こるのかというと、つまり、飼料溶液の塩化物イオン濃度及び適定に用いる硝酸銀水溶液の濃度が低すぎるからです。薄すぎるんですね。で、通常はですね、どちらも10のマイナス1乗、0.1モルマイリリットル程度の濃度で行います。それに対してその100倍程度薄い溶液を用いています。ですから、通常のモール法であれば、対象実験で用いるクロム酸カリウム水溶液の濃度や体積の違いによって生じる対象実験の適定値の変化は小さいんです。ですから、対象実験ができるんですよ。対象実験も成り立つし、適定も成り立つんです。はい。ということですから、このような、東大の設問の問題では、適定実験するには、真の等量点を求めるには、対象実験を行わなければ求められないけど、対象実験で用いるクロム酸カリウム水溶液の初期濃度、初期体積は、真の等量点が分からなければ決められない。ね、それは硝酸銀水溶液が薄すぎるから。つまりこの題問は成立していない。言ってることは分かりますか？対象実験を行わなければ真の等量点は求められない。しかし、理想的な対象実験を行うためには、真の等量点が分からなければ決められない。対象実験の設定ができないということです。つまり、よくありますよね。これ分からないから、じゃあお父さんに聞いて、ってね。お母さんこのこと、これちょっと教えてって言ったら分かんない。お父さんに聞いて、ってね。それでお父さんのところに行くと、お父さんこれ分かんないから教えてって言ったら、お父さんが俺も分からないな。じゃあお母さんに聞いて、って言って、どっちに聞けばいいんだ。どっちに聞いても分からないよっていう、そんなことですよね。さて、お分かりになりましたか？大問が3つありますね。第3問の1ということですから、東大の科学60点満点のうち、おそらく10点分ですね。これが丸々、問題が成立していないということになります。ですから、東大を受験されて、僅差で、不合格になられた受験生の方、この10点分がすべて、丸と正解ということで点数加算された場合には、もしかしたら、逆転で、合格していた方もいるかと思います。
ぜひ僅差でね、不合格になられた東大理系を受験された方はね、ぜひ行動を起こされた方がよろしいかと思います。ポイントはですね、適定に用いる硝酸銀水溶液、通常0.1モルマイリットル程度のものを10のマイナス3乗モルマイリットルという非常に小さい濃度で行ってしまったということになります。なぜこのようなミスに気がつかなかったんでしょうか。おそらく、この問題を作成された先生は、このモール法の実験をやったことがなかったのではないかと思います。一度でもですね、このようなモール法の実験をやっていればですね、濃度の設定などを気を使いますし、問題をこう作ってる上でね、これではちょっとまずいんじゃないかなっていうことに気がつくはずなんですね。それと、予備校の先生方ですね。予備校の先生方も的確に東大の出題ミスを指摘できておりません。予備校ではあまり実験というものはできませんね。実際の高校現場でですね、大学入試の受験指導なんかをしていて、予備校さんの作った、回答なんかをちょっと見てみますと、あれ本当はこうはならないはずなのに、こういう回答だ。おそらくこの予備校の先生は実験をしていないんじゃないかなっていうような思われるような回答が、ちょくちょくあります。ですから、やはり実験をやってみるということが大切ですね。このモール法の実験というのは高校現場で、生徒実験として行うことは非常に少ないのかと思いますけれども、せめて先生方ね、もしこの動画をご覧になっている高校の先生いらっしゃいましたら、ぜひモール法の実験をですね、ご自分で、やってみられたらいかがでしょうか。それではご清聴ありがとうございました。